この世のすべての魂はやがて黒い霧に包まれた一つの王国へと帰っていく。そこに広がるのは少女の目には決して映らぬ世界。沈黙に支配され、光なき空から無数の魂が静かに降りてくる。誰一人声を上げることはない。ただ定められた運命のままに彼のもとへと落ちてゆく。冥界の王ハデス、冷たき玉座に座すその神がすべての魂を見下ろしている。第一章、知られざる兄神。ゼウス、ポセイドン、ハデス。ギリシャ神話の三兄弟って聞いたことありますか？神々の戦争、ティタノマキアの後、世界は3人の神によって分けられた。天空と海、そして冥界。この3つの世界をくじ引きで分け合ったんです。割と軽率なシステムよね。で、ゼウスは天界の王に、ポセイドンは海の支配者。そしてハデスが引いたのが冥界。地味じゃない？とか言わないでくださいね。外れっぽく見えるけど、めちゃくちゃ重要ポジションなんです。というのも、ハデスの仕事は、この世のすべての魂を管理すること。つまり、全人類の守護を束ねてる。もう、超大規模な市役所みたいなもんです。死神くんだっけ？そんなドラマもあったわよね。ただ、ちょっとかわいそうなのが、人々からあんまり人気がない。いや、知ってやっぱ怖いじゃないですか。だから、昔の人たちも、ハデスの名前すら、口にしたがらなかったんです。言ったら呪われるかも、みたいな。理不尽よね。でもね、彼自身は怒ったり、騒いだりしない。静かに淡々と仕事するタイプ。むしろ、一番まともな神説すらあります。ゼウスが浮気で騒ぎ倒してる横で、ハデスは毎日きっちり魂をさばいてる。真面目すぎる。そんな彼がどんな冥界を作り、どんな秩序を保っているのか。次の章ではその中身を覗いてみましょう。第2章、冥界の構造と裁き。さあ、ここからはハデスが管理している冥界の中身を覗いていきましょう。ただの地獄。いいえ、違います。意外としっかり振り分けシステムがあるんです。冥界はざっくり3エリア。まず1つ目、エルシオン。ここはもう神話版天国って感じ。選ばれし英雄とか神に好かれた人しか入れません。つまり魂のセレブ専用ゾーンです。光あふれる草原に音楽、永遠の春、平穏で美しい楽園。死んだのになぜか人生ピークを更新してます。次、2つ目、アスフォデルノノ。ここは普通に生きてた人が行く場所。善人でも悪人でもなく、特に目立った功績もなし。つまり大多数の一般人ゾーンです。景色はグレー、空気も静か、会話ゼロ、なんかずっと無みたいな感じ。冥界の待合室って言った感じかしらね。最後、3つ目、タルタロス。ここがいわゆる地獄ポジションです。神に逆らったり、裏切ったりした人はここ。鎖につながれたり、永遠に転がされる岩とか、逆さ釣りの刑とか、フルコース。ギリシャ神話の罰ゲーム会場ですね。しかもここ、光すら届かない。ブラックすぎる冥界支部と呼びたいレベルです。で、誰がこの行き先を決めるのかって話ですが、裁き担当は3人の元人間の王様たちです。そう、神じゃないんです。ミノス、ラガマンチュス、アイアコス。この3人が死者の人生をチェックして、ああ、君はエルシオンね、おっと、タルタロス直行って判断していく。ハデス本人が一人一人にジャッジするわけじゃないんですけど、全体の運営方針はもちろん彼が握ってます。例えるなら、ハデスは冥界の CEO、ミノスたちはその裁判部門の部長みたいな感じ。会社の構造っぽくてちょっと笑えますけど、この世界観めちゃくちゃちゃんとしてるんですよ。第3章、ペルセポネと冥界の愛。さて、そんなハデスにも実は愛した女神がいたんです。それが冥界の女王、ペルセポネです。この話、有名なんですが、簡単に言うと、ハデス、地上から好きな子を誘拐してきた。まるで冥界系ストーカー。でも、神話的には、これが運命の恋ということになっています。さらわれたのは、ゼウスとデメテルの娘、ペルセポネ、春の女神。地上でお花を摘んでたら、地面がバリバリって割れて、ハデスが出現。そのまま連れてっちゃったの。完全にホラー演出です。当然、お母さんのデメテル、豊穣の女神がブチギレ。怒って地上の作物を全部枯らします。
さすがにゼウスが冥界と交渉し、冥界と地上半分ずつ住むっていう謎の和解案が採用されました。ちなみにペルセコネが冥界に残る決定打はザクロの実、ハデスが食べさせたのか自分で食べたのか諸説ありますが、一粒でも口にすると冥界に帰属するというルールがあるんです。つまり食べた時点でもう帰れない契約成立。これホラーっぽいけど、実は彼女が自ら食べた説も強いんです。だとしたらペルセコネは囚われの姫じゃなくて自分の意志で冥界の女王になった女神なんですよね。ここがかっこいい。そして今ではハデスと共に玉座に並ぶ冥界の顔になっています。死者を迎えるのは冷たい神じゃなく、この静かで優しい女神って考えると、冥界も少しだけ温かく感じるかもしれません。第4章、冥界に仕える神々たち。さて、冥界ってハデスとペルセポネだけじゃ回らないんですよ。死者の国、超多忙ですからね。今回は3柱、紹介していきましょう。タナトス、静かなる死の神。まずはタナトス。彼は死そのものを司る神。魂を刈り取る者とか、死神とか、そういうポジションです。ただし、ギリシャ神話のタナトスは、鎌を振り回して襲ってくるようなタイプじゃありません。むしろ、静かにスッと来て、スッと連れていく、めちゃくちゃクールな無言派死神。セリフ少なめ、感情も薄め、ある意味、一番プロフェッショナルです。エリヌス三姉妹、ガチで怖い復讐の女神たち。続いて、エリヌス三姉妹。名前は、アレクトー、メガイラ、ティーシコネー。彼女たちは、復讐の女神。罪を犯した魂を徹底的に追い詰めます。特に親を殺した誓いを破ったとか、そういうタブー系にめっちゃ厳しい。魂を逃がさず、寝ても覚めても追いかけてくる。ガチ勢、怖すぎ、冥界の粛清部隊って感じです。ヘカテ、魔術と冥界の交差点の番人。夜、魔術、十字路、境界線などを司る超多機能な女神です。3つの顔を持つ姿で描かれ、冥界と地上をつなぐ鍵を握っているとも言われています。冥界の門を開け閉めできる人。現代風に言えば、死者の国のセキュリティ担当、ハデスの信頼も厚く、魔術系の女神なのに、割と現実主義なタイプです。この3柱がいることで、冥界はちゃんと回ってるんですね。それぞれ立場も性格もバラバラですが、全員、ハデスの下で役割を果たしています。ハデスはあまり喋らないけど、部下たちが強すぎるので、むしろ無言の方がバランス取れてるのかもしれませんね。第5章、忘れられる神、それでもなお。ここまで紹介してきた冥界の王、ハデス。どうでした？めっちゃ仕事してないですか？でも残念ながら神話界でも現代でも圧倒的に人気がない。弟のゼウスは主役、オリュンポスの王。ポセイドンは海で大暴れ。なのにハデスは、いたねって扱い。不憫でしょ？その理由は明白で、死とか冥界ってやっぱりネガティブワードなんですよね。ハデス自身が悪いわけじゃないのに、担当領域のせいでずっと避けられキャラ。理不尽すぎる。しかも当時の人々、ハデスって名前を口にすると呪われるかもとか思ってて、代わりにプルートン、富の神って呼んでたくらい。あれ？それって実はめちゃくちゃ崇拝してるってことじゃ。そう、ハデスは忘れられてるように見えて、実は全員が最後に出会う神なんです。人生が終わって魂になった瞬間、一番最初に挨拶しなきゃいけないのがハデス。つまりエンド担当の神。しかも彼は怒鳴らない、命令しない、暴れない。神話界でありがちな劇場型神様じゃない。静かに冷静に終わりの責任を引き受けている。だからこそ彼は王なのかもしれませんね。光の中では目立たないけど、誰もが避けられない終わりの象徴として、ハデスは今日もあの玉座に黙って座り続けているのです。